連休住職三木田祐です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私はですね、今全国にいろいろとお声をかけていただいてイベントに行かせていただくわけですけれども、このイベント先に行った時にですね、いつもホテルを用意していただいてるんですね。これいつも行くイベントの場所なんですけど、毎年もうここ5年ぐらい行かせていただくんですけども、毎年そこも常宿のように、とあるホテルに泊めていただくんですけれども、このちょうど斜め向かいにあるショッピングモールのような建物がありまして、ここでの、お話を本日させていただこうというふうに思います。このショッピングモールですね、外から見るとなんとなく暗い雰囲気のあるショッピングモールで、私は一度も実は足を向けたことがなかったんですけれども、このショッピングモールでとある方がこんな不思議な体験をされたんですね。エレベーターに乗り込みますと、いつもはこのショッピングモール4階建てなんですけれども、不思議なことに16階というボタンがあったそうなんです。あれおかしいな。1、2、3、4。その先点々点々となって16階のボタンがある。あれ今まで4階建てと思ってたけど、16ってどういうことかな。とある男性がこの16階のボタンを押したそうなんですね。そうしますとエレベーターがずーっと上がっていく。上がっていって、どうやら16階に着いた。ガシャッ扉が開くんですね。見ますと、昼間なんですけれども真っ暗だったそうなんです。で、えらく暗いな。このホールどうなってるんだろうなと思って、その男性実はエレベーターから降りたそうなんですね。普段は窓があるんですけれども、窓にも何か貼ってあるのが真っ暗。振り返るとエレベーターの扉の中だけが明るく電気がついてる。こんな真っ暗な建物どういうことかな。今までこんな階来たことないなと思いながら周りを見渡すと、遠くの方に明かりがポツンとついてたそうなんです。その明かりっていうのがろうそくの炎なんですね。バーッと揺れてる。あれ？ろうそくの炎があるな。そっちへ行こうかなと思いきや、なんとなく怖くなって、やっぱりエレベーターに戻ろう。エレベーターの方にずっと歩いていって、片足がエレベーターに入って、もう片方がまだこの16階に残ってる状態のその瞬間ですね、ホールに残ってる方の足を誰かがガッと掴んだそうなんです。うわっと思って足を引き抜いた。そうすると、靴だけが脱げて、自分はエレベーターの中に倒れ込んだそうなんです。そうしますとやがて扉が閉まりますというアナウンスが流れて、スーッと扉が閉まった。次に開いた時にはこのショッピングモールの4階だったそうなんです。慌てて外に出ますと、自分の片方の靴がない。あれ？16階で脱げた、誰かに引っ張られたようにして脱げた靴があると思って、もう一度エレベーターを開けて乗り込みますと、よく見たらやっぱり4階までしかないんですね。あれおかしいな。さっき16階まであったのにな。なんとなく怖くなって4階で再び降りて、片足が靴がない状態でそのショッピングモールを後にされたそうなんです。で、この方が家族にこの話をしますと、そんなバカなことがあるはずないでしょ。そう言われたんですけれども、現に片方靴がない。いやいや、あんたどっかでうっかり落としてきたに違いないから、もしかすると落とし物のセンターに届けてもらってるかもしれないのでっていうことで、家族全員でこのショッピングモールに行って、ショッピングモールの、管理人の方にですね、靴の落とし物がなかったですか？そう聞いたそうなんですね。そうしますと靴の落とし物って変な表現ですからね。靴は履いて帰りますから、ちょっとおかしく思われてるかなと思ったら、靴をなくされたんですか。ちょっとお待ちくださいね。警備員さん呼んできますということで、警備員の方を呼んでこられた。で、この警備員の方が、靴なくされたのは両足ですか？そう聞いてこられたそうなんですね。いや、片足だけなんです。変な話なんですけれども、ちょっとどっかでなくしたようで。そう言いますと、階段ですか？そう聞かれたそうなんです。いや、階段ではなくって実は信じてもらえないとは思うんですけれども、こんなことがあったんですという話をされた。16階で真っ暗闇で靴取られた。そんな話をしますと、その警備員さんが、エレベーターでですか。そうおっしゃるそうなんですね。
で、まあエレベーターでなんですけれどもって言うと、ああ、なるほど。いや、階段が多いもんでね。そうおっしゃったそうなんです。どういうことかとよく聞きますと、実はですね、このショッピングモール、経営者がコロコロ変わるんですね。唯一この変わるんですけれども、ずっとこのショッピングモールに警備会社だけは変わらずおられたそうなんです。この警備会社の方、担当の方なんですけれども、もうここ何十年とこのショッピングモールに勤めてますと、実は階段なかなか降りられずにずっと何回も下に行くんですけども、降りられずにやがて疲れたなと思ったら急に4階についてたんです。その時に持ってた杖をなくしたんですっていうご老人がおられたり、あるいはある方はもう暑くなって上着を脱いだ、暑思ってずっと階段を降りていかれたそうなんですけれども、その上着がなくなった。いろんなものがなくなったり、このショッピングモールから出れない、そんな苦情が、ここ数年相次いでるんですよ。そんな話をされたそうなんですね。で、私これ興味を持ちましてね、ここへ一回取材に行こうと思いまして、私そのまたショッピングモールに寄せていただいた時に外から見て、やっぱりなんか雰囲気が違うショッピングモールだなと思って下から見てますと、おばあさんが不思議そうに私の方を見てられるんですね。さっきから入るのか入らないのか迷ってられるんですか、そう声をかけられた。で、いや実はそうなんですよ、なんか入ろうと思うんですけども、なんとなく気味が悪くて入れなくてなんて話をしますと、そうでしょうね、ここ不思議なことが多いですから、そうおばあさんがおっしゃるんですね。どういうことかとこのおばあさんにお聞きしますと、このおばあさんも16階に行ったことがある。そして16階で扉が開いた。で、この暗闇の中に降りていったそうなんですね。ちょうどその頃、長年連れ添ったおじいさんを亡くされたばっかりで、もう私なんて寿命がどうなってもいいや、ちょっと自暴自棄になってたそうなんです。で、暗い中を歩いていると、遠くの方にろうそくの明かりのようなものがポッポッポッ光ってる。あそこへ行くとなんかメイドにでも行けるのかな、そう思ったおばあさんはそのまま暗闇の中を歩き続けると、後ろから男の人の声で「行くな!」そう声がしたそうなんです。振り返ると、亡くなったおじいちゃんがエレベーターの中から「行くな行くな戻ってこい!」そうおっしゃってたそうなんです。それを見ておばあさん、おじいちゃん思っておじいちゃんの方にずっと走っていったそうなんですけども、走っていってエレベーターに乗って、おじいちゃん会いたかったって言うと、そこにおじいさんの姿はなかった。振り返ると扉は閉まってたんですね。やがてチーン、開くと4階についてたっていうんです。もしかするとあのまままっすぐ行くと私は死んでたんではないかな、そんな風に思うんですよね。そんな話をしてくださったんです。そうでしたか。でもそのろうそくっていうのは何なんでしょうね。これ私お経の中では、人間は死ぬと冥土というところに行くって書かれてるんです。真っ暗闇ですから、私たちろうそくをお供えするんですね、亡くなられた方に。そうしますとその中で明かりがポツッとつくんですけれども、このおばあさんはもしかすると自分がその世界に行っていたのかもしれない。で、おじいちゃんが頑張って残りの人生生きるように止めてくれたのかもしれない。そうおばあさんがおっしゃるんです。ただ少し気になることが一つ未だ未解決なんですけれどもあるんです。これ何かって言いますと、そのショッピングモール、屋上から落ちて亡くなられる方が多いそうなんです。落ちるという表現、何か違和感感じますね。飛び降り自殺ではないんですか、関係者の方に聞きますと、いやそれがね、表現的に目撃者の方を見るとどうやら落ちてられる、そう表現されるというんです。どういうことかというと、上から見ますとですね、普通に道を歩くようにしてスーッと進んで、そのままバッと落っこちるようにして上から追ってこられた。もしかするとこの16階に入ってこのろうそくを過ぎたその先には床のない現実社会が待ってたのかもしれない。真相はよくわからないんですけれども、こんなお話を聞かせていただきました。この自ら命を絶たれたのか事故なのかは分かりませんけれども、私たち人間っていうものは亡くなると冥土というところに行くそうです。この冥土っていうのは先ほども言いましたけど、真っ暗闇なんですね。上も下も分からない。
どこまで続いてるのかもわからない。歩いてても進んでるのか進んでないかもわからない。真っ暗闇に行くそうです。ですので、亡くなられた方のために、おろうそく、お灯明というものをお供えする。そうすると、その光がやがて亡くなった方の道しるべとなるとお経に書かれております。ただ、そこには、灯すだけではなくて、やはりお経というお導きを必ず加えて備えてあげることで、亡くなった方は迷子にならずにあの世に行けるというふうに言われてますので、どうかですね、供養の際には、読経と、おろうそく、そして、お線香をつけていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。